はい。皆さん、こんにちは。X インクリプト TV のふみでございます。いつも大変ありがとうございます。本日は我々のトムさんがまたですね、参加していただき、今日は投資記録をつけると、投資であったりトレードが上達するという話をいただこうというふうに思います。トムさん、今日も顔色がいいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこれはトムさんがずっと自分で投資をしている時にやられている手法ということで、すごい楽しみにしてるんですけども、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ふみさんは投資とかトレードやった時に、なんか記録とかって残してますか？全く持って残してないですね。そうなんですね。なんで、X ウィンのプラットフォームって、自分の資産がどれだけかっていうふうにあるかっていうのも分かりやすいんで、僕はもうそれに頼ったりしてますね。細かいところは全くつけてないっていう、そんな感じです。はい。僕はもう投資始めた時からずっと Excel で、売買一つ一つの記録をつけてて、で、証券口座とかでも、売買日とか売買価格とか見れるんですけど、なんかそれだと、後から見返した時に、その時の状況とか思い出すことができないっていうのがあって、個人的には Excel とかで詳しくつけることがいいなと思ってます。なるほど。もうまさに我々昔コンサル会社にいたんですけど、そのスタイル分析とか性格分析で、いわゆる CH という非常に細かい分析を好むという性格ですね、トムさん。完全にそれですね。なるほど。楽しみにしてます。はい。で、僕も投資始めてから2000回以上売買してるんですけど、自分の投資記録ちゃんとつけてると、2、3年前に売買したのも結構昨日みたいに、昨日のことのように思い出すことができます。マジですか？はい。で、一応概要欄に Excel のテンプレートがダウンロードできるサイトのリンク貼っておいてもらうので、Excel 自分で作るのが面倒とか、どうやって作ったらいいかわからんっていう人は、そこからダウンロードしてもらったらいいかなと思ってます。すごいありがたいです。それトムさんが作った Excel ですか？そうです、そうです。僕もどこからダウンロードして、それをちょっと改良して作ったんです。はい。それはありがたいですね。後で下に貼っておきますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、売買記録はつけることで、確実に投資とかトレードの腕は上がります。なるほど、なるほど。なんでかっていうと、成功とか失敗を振り返って自分の得意なパターンとか、苦手なパターンを見つけ出して、次の売買につなげていくことができるからです。パワーポイントシェアしますか？パワーポイントシェアしてください。はい。お願いします。そう。で、それと、あと、記録つけるのって結構めんどいんですよね。めんどくさいですね。めんどいんですよ。なんで、記録つけることで、これなんて記録しようかな、みたいな。なんか迷うような根拠のない売買を減らすことができます。なるほど。で、次のスライドちょっと見てほしいんですけど、はい。これちょっと細かいんで、実際もっとちゃんと見たいなっていう人は、サイトからダウンロードしてください。なるほど。これ実際に使っている僕のテンプレートなんですけど、すごいですね。はい。つける内容としては、銘柄とか保有状況、保有しているのか決済済みかみたいな。なるほど。で、売買日、で、売買種別、買いなのか売りなのか。で、売買価格、株数、金額、手数料。で、あと決済日、利確とか損切りでポジションを閉じた日ですね。で、その時の価格、決済の手数料。で、期間中に配当があった場合は配当。で、手数料とか配当を含んだ最終損益。で、その最終損益の率。で、自己評価。で、これ、最初に、ポジションを取った時に記入するんですけど、想定するスパン。このポジションはデイトリなのか短期なのか中期なのか長期なのかみたいなところと、なるほど。あとポジションを取った時のチャートパターンとか。で、これ最後に自動で、計算されるんですけど、結果として保有した日数みたいな。で、利食いのポイント。で、これは、このポジションは、どこで
どの価格までいったら利食いするかみたいなのを最初に決めておきます。で、それ入力すると、この想定利益って言って、その価格までいった時の、利益がいくらなのかっていうのも出てくるようになってます。で、あと損切りポイント、どこまで下がったら損切りするか。で、これを入力すると、想定される最大の損失が表示されるようになってます。で、最後に振り返りですね。で、振り返りは別に一言とかでもいいんで、エントリーポイントが遅いとか、損切りポイント守れなかったとか、特に評価の悪い投資とかトレードについては、反省を記録しておいた方がいいかなと思ってます。なるほど。すごいね。で、これ、手数料ちゃんと入力した方が本当に良くて、結構馬鹿にできないんですよね、手数料。なんか1回500円ぐらいなんで、証券とかだと、全然気にせずやってしまうんですけど、振り返ってみると、これまで得た利益の 10% ぐらいは手数料で払っているので、いかに無駄な売買を減らすことが大事かなっていうのをこの記録は教えてくれます。なるほど。10% 利益の、それは大きいですね。だから本当に利益出てない人とかだと、利益出てない上にそれだけの金額の手数料を払うことになるんで、本当に売買の回数は少ない方がいいと思いますね。暗号資産だと手数料がだいぶ下がると思うんですけど、そのあたりはどうなんですか？暗号資産、そのイーサとかじゃなければね、そうですよね。そうかそうか、イーサは高いですもんね。バイナンスのあれとかだと。ですね。で、それも記録しといた方がいいと思います。これ僕、別に株式だけじゃなくて、どんな暗号資産とかを入れてもよくて、僕もこれにイーサとかビットコインのトレードの記録、これに残しているので、で、あと分析、これ残しておくと、後から分析ができるんですけど、これ次のスライドちょっと開いてもらって。次のスライドですね。はい。これ、投資記録をつけてると、これピボット分析って言うんですけど、やり方はまたググってもらったらいいと思うんですけど、ピボット分析するとクロス集計みたいなのできるんですよね。で、これ僕の場合は銘柄と売買種別ごとの損益をピボットテーブルで集計したんですけど、で、これ見ると、一番下に買いはプラス、売りはマイナスって出てると思うんですけど、買いでは利益出てるけど、空売りでは損失が出てるみたいなことが分かります。なるほど。で、これ結構前のデータなんで、今はどっちもプラスなんですけど、どっちにしても買いの方が全然利益は大きいですね。なるほど。なんで、売りはちょっと苦手というか、自分にとってあんまりエッジがないなっていうことが分かります。これ、もともと売り自身が難しいってことでもなくて、やっぱり自分自身の傾向なんていうのが分かるってことですね。いや、売りは難しいですね。売りは難しい。売りの方がやっぱ期待値低いと思いますね。なるほど。空売りは難しいです。なるほど、なるほど。で、これ僕、銘柄ごとに、銘柄順、損益順に銘柄並べてるので、通算で負けてる銘柄、買ってる銘柄みたいなものもよくわかります。これだとハイアス&カンパニーとか V テクノロジーとかが利益上位になってますけど、これなんでかわかんないんですけど、結構勝てる銘柄は何回やっても勝てたりとか、負ける銘柄は何回やっても負けたりとかすることがあるので、その辺自分が得意な銘柄探すっていう意味でもいいかなと思います。それはあれなんですかね、やっぱりその会社の状況を少しずつ分かってきたとか、その会社の状況がもともと詳しいであるとか、そういうのに関連してるんですかね。それもあると思いますね。やっぱり一回売買して買った銘柄を調べるので、その調べた後、その決算とかチャートの形状とかをずっと継続して見ていくと、いきなり新しく銘柄触るよりは、ちょっと癖とかが分かりやすいのかなとは思いますね。なるほどね。で、もう一個分析できるんですけど、もう一個下見てもらってもいいですかね。次のページですか。はい。で、これは、最初に想定した投資期間、デイトレなのか、短期、中期、長期なのかっていう想定したスパンと、あとはポジションを取った時のチャートパターンみたいなものをピボットテーブルで集計してます。なるほど。
で、これ見ると、デイトレと短期は負けてて、中期、長期はプラスになってるっていうのが見えます。なるほど。で、その中でも、75週移動平均線を基準に取ったポジションが大きな利益を上げてるなっていうのが分かります。なるほど。で、このチャートパターンなんですけど、これはもっと改善しようがあるなと思います。あんまりミッシーになってなくて、多くなりすぎて、どれで利益が出てるのかっていうのが分かりにくくなっているので、これから使う人はもっとパターンを絞って記録した方がいいかなとは思います。なるほどね。自分がどういう、行動パターンだと利益が出やすい。トムさんの場合は中長期的な投資の方が利益が出やすいんじゃないかってことが分かるってことですね。これそうです、そうです。でやっぱ短期トレードが得意な人もいれば、長期投資が得意な人もいるように、投資とかトレードって結構個人の性格とか思考性によって大きく差が出るんですよね。なるほど。なんで自分が負けやすい投資とかトレードはせずに、勝てるパターンだけで売買して、同じ失敗を繰り返さないようにすれば、少しずつでも資産は増えていくと思います。なるほど。っていう感じです。わかりました。非常にわかりやすい説明で、Excel で何事もそうですけど、RPDCA、特に PDCA を回すっていうことは非常に大事っていうことですよね。で、今回その投資でも Excel で、しっかりと記録をして、自分の自身の傾向をつかんで、次の投資に、生かすということが大事だっていうことですね、トムさん。そうですね。やっぱ数値化できないものを把握できなくて、把握できないものは改善できないっていうのを、ふみさんと同じ会社にいた時に習ったので、しっかり数値化して把握していきたいなと思いました。どうもありがとうございます。Xwing Crypto TV は、投資のアドバイズをしている、YouTube チャンネルではございません。DeFi のリスク、それから投資のリスクをいかに下げていくかということを、教育を、している番組です。また、もしよければいいね、そして、サブスクライブをぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、トムさん、本当に今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。どうも失礼します。Thank you for watching. Please hit like button and please subscribe to our channel. We are not investment advisor and this video is for educational purpose. The DeFi work has a lot of risks, so please study with us.